んにちは、ズーです。今回は初めてマイデザインを使わない島クリエイトをします。テーマは夏×水資源が豊かな秘境の集落です。滝がある川を船で移動したり漁をしたりするような暑い地域のイメージで、花が咲いたサボテンとピンクのプルメリアをモチーフに作ります。大体の地形はあらかじめ作っておきました。規模感としては横30マス、縦27マスくらいです。まずは崖に滝を作っていきます。狭いのでダイナミックなものは作れませんが、遠くから確認しながらなるべくバランスの綺麗なものを作っていきます。本当は3段の滝にしたかったんですが、登れないので断念。滝と川の合流地点に橋を架けます。色を絞りたかったのと、後で使う島栗の道の色と合わせたかったので石の橋にしました。その後砂浜の道を敷いていきます。草がところどころに生えている獣道のイメージです。なので後で雑草を生やしておきます。次は1段目のお家を移設します。白と濃い青の爽やかなエクステリアにしてみました。ドアにはテーマに合わせて梶飾りをつけています。それでは1段目を家の周りから飾っていきます。まずは石畳とアーチタイルの道を交互に敷きます。別々の道だとつながらないので、その分変化を出しやすいです。集落の中でも大きめの家なので、入り口は少し華やかに飾り付けします。そして主役の花が咲いたサボテンとピンクのプルメリアが登場です。花が咲いていない方のノーマルなサボテンと白いプルメリアはよく使うんですけど、そうじゃないこっちの方はあんまり使ったことがなかったので、今回使ってみました。で、せっかくならメインのモチーフとして使いたかったので、普段は苦手であまり選ばない夏を舞台に南国っぽい島クリエイトに挑戦しました。砂浜の道にも変化を出したいので、緑の落ち葉や貝殻のスピーカーの他に夏の貝殻を置きます。このアイテムは当たり判定がないので、狭い道でもキャラクターが通りやすく、色も鮮やかでいいアクセントになってくれます。古代文明の残りがっぽく、石のアイテムをところどころに置いて密度を出すために麦畑も飾っています。崖肌が寂しくならないようにツタもできるだけかけました。ちなみにサボテンの花は種類によっては数年に一度しか咲かないものや、花開くまでに数十年かかるものもあるらしいです。そんなサボテンの花が咲き乱れているので、秘境という神秘的なテーマになりました。
そして対岸にヨットを置いて1段目は完成です。ちょうどヨットの接地面が隠れるので川に浮いているように見えなくもないと思います。3段目はスペースが狭いので2段目と一緒に作っていきます。まずは住人のお家を移設します。三角形をイメージするとバランスが取りやすいです。そして1段目と3段目のお家は少し重なるけど完全に重ならないように少しずらしてバランスを見て移設しました。中央付近はあまりスペースがない、かつ背の高い家具を置くと3段目の家にかぶるので植物を中心に自然にまとめておきます。左側は西部の街並みを並べて建物っぽくします。飛び出た空間は自然のベランダとしてソファーを置いたくつろぎスペースにします。左側は飛び石っぽくアーチタイルの道を裏側に伸びるように敷いておきます。間に雑草を生やすとそれっぽいです。右側は自然物と人工物が半々くらいの割合で飾っていきます。家の前は島栗の道で飛び石を表現します。民族調の要素を入れたかったのでちょこちょこカーニバルシリーズの家具を入れてみました。色がビビッドで派手なのであまり使ったことがなかったんですが、サボテンの花もかなりはっきりとした色なので結構合うんじゃないかなと思います。遠くから見える場所は木を植えて密度を出しておきます。焚き火の火を消したものと緑の落ち葉を置いて少し生活が垣間見える感じにしました。石壁で少し囲うだけで道を敷かなくてもちょっと私有地っぽくなります。パラソルと灯台が遠くからでも見えていい感じです。3段目もスペースが少ないので植物を中心になるべく円形で見える位置に飾ります。下の段から見た時に真ん中の崖肌が少し寂しかったので滝を少し削って
するとプルメリアで密度を上げます。少し崖を足して家の裏側を整えます。せっかくなら3段目とつなげたいなと思ったので石の階段を設置します。さっき敷いた飛び石を延長して西部の街並みの裏側は中庭風にしたいと思います。飛び石の道と違いを出したいので砂浜の道を敷き詰めて西部の街並みで囲います。露天風呂をため池に見立ててこのザ和風な木の看板が見えないように置きます。青い色が欲しいのでリメイクしたラティスを立てて小型のボートに見立てたサーフボードを並べました。サボテンやプルメリア、麦畑などで飾り付けしたら中庭の完成です。階段を登った先にも道を敷いて遠くから見える場所に木を植えたらすべて完成です。初めてのマイデザインなしの締めくりいかがでしたでしょうか。正直かなり難しかったです。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。